皆さん、こんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。今回は竹林についてお話をしていきたいと思います。特に竹林のオーナーになるという観点でお話をしていきたいと思います。私自身はですね、ここの竹林、このエリアとの付き合いは、約1年なんですね。鎌倉ファームはですね、もっと手前の土地になって、そこの開墾を11年ぐらい前からやり出しまして、ここがすごいね、奥の土地だったんですね。実際はですね、別の方が、オーナーの方でして、私はちょっと管理をさせていただいているというような感じになります。ゆくゆくはですね、お話をして、こちらの方も、鎌倉ファームの一部にしたいなとは考えているんですけど、私はですね、ちょうど1年ぐらい前から、映える竹林というですね、シリーズを始めさせていただいて、私は去年から YouTube やってるんですけど、その動画を通じて、撮影技術を磨いたり、編集技術を磨いたり、見ていただく方が増えていって、YouTuber としてもね、実績というかですね、手応えを感じ出したのが、この竹林を管理するシリーズなんですね。で、去年は夏はほとんどここで過ごして、週1回その映える竹林シリーズを配信してたんですけど、おかげさまでだんだんね、視聴数が増えていって、登録者の方も増えていって、この竹林があったからこそ、YouTuber として登録者1000人っていうですね、一つのハードルをね、超えることができたんですね。そういったですね、思い出がある、土地になります。で、私が1年ここ結構ね、力を入れて管理してきて、去年はほとんどここで過ごしててですね、おかげさまで竹林は綺麗になったんですけど、どうも稲作の方がおざなりになってですね、鎌倉ファーム本体の方がおざなりになって、去年の米の収穫は半分ぐらいになっちゃったんですね。ですから、今年は、稲作中心でやるっていうのは変わらないんですけど、1年間ここの竹林に携わってですね、いろいろ学んだこととか、知ったこととか、気づいたことっていうのが、結構ありますので、これからその竹林をね、買ってみたいなとか、管理してみたいなとか、あとは、ご縁があってね、これ手に入れた方に対して、私が持っているノウハウというのを共有していければなというふうに考えています。はい。では、よろしくお願いします。竹林をね、買うとか、そういったことを考えたときに、まずはじめに気にした方がいいのが、道路からのアクセスになります。竹林というのは、大抵がですね、結構山の奥とかですね、不便なところにあると思うんですね。で、そういったところの場合、必ずしも車でそこまで行けるとは限らないと思うんですね。例えば、この土地で言うと、ここはですね、車で来れないですね。で、私は入り口の付近に駐車場を借りて、そこから歩いてきてるような感じになります。実際駐車場からここまでですね、5分ぐらいはかかるんじゃないですかね。ですから、行ってしまうとかなり不便なところになります。もちろん、軽トラックとかね、そういう車で近づけて、作業ができるのが一番いいと思うんですけども、こういうね、土地っていうのは、車付けがあるかどうかで、全然値段が変わってくると思うんですね。で、車が付けられれば、多分商売もしやすいんですね。タケノコを売るですとか、あと竹を炭にして売るとか、そういった可能性が出てくると思うんですけど、今の時代、車が付けられないってなると、やっぱりね、商売には向かないのかなと思います。不便は不便なんですけど、逆に言うとですね、値段が多分安いと思うんですね。商売にならないので、やっぱり土地の価値が少ないというか、おそらくこれね、竹林買って商売しようって方は見ないと思うんですけど、ちょっと竹林でね、遊んでみたいなとか、家族と一緒にしたいなっていう方が見るのかなって勝手に想像してますけど、そういう、遊びで使うんであれば、別に不便なところでも全然問題ないのかなと。その場合は、じゃあ車をどこに止めるか、駐車場借りたらいくらになるのかっていうのはちょっと気にした方がいいのかなと思います。続いてが金額ですよね。金額はね、ピンキリだと思うんですね。お金がある方であれば何でも安いでしょうし、ない方であれば何でも高いでしょうし。で、考えたいのが、ビジネスになるかどうか。先ほどちょっとお話した部分なんですけど、で、ビジネスにならないんであれば、安いに越したことはないと思うんですね。竹林を、相続して、山遊びも別に好きじゃないと。管理もできない。っていう方からすれば、管理してもらえる人、メンテしてくれるってことであれば、手放してもいいかなって話にもなると思うんですね。この辺はね、やっぱり、ご縁というか、タイミングもあると思うので、なんとも言えないところですけども。で、日本はですね、土地がやっぱり限られているので、例えば私がここを所有したとしても、
いつかは私も土に帰るので、いつか手放す日が来ると思うんですね。で、その時に、これが欲しいっていう人に、渡せばいいだけの話なので、そういった時も、ここがね、すごい荒れてる竹林であれば、誰もね、手出したくないでしょうけど、すごい綺麗になってたりとか、ここで遊べるとか何かできるっていうのが想像できればですね、わりかし購入もしやすいのかなと思うんですね。ですから、これからですね、例えば竹林を買いたいっていう人であれば、多分ね、綺麗にしたり、いろいろしようと思うと思うので、価値がどんどん上がっていくと思うんですね。ですから、今目の前にある金額は、荒れたからこの金額なのか、それとも、もうすごい綺麗だからこの金額なのか。そこをちょっと見極めて、自分がね、付加価値を加えられるかどうかっていうのをちょっと考えた方がいいと思うんですね。で、YouTube だけで話をすると、やっぱりですね、この竹林の動画っていうのはすごい見られるんですね。やっぱり竹林好きな人が多いのかなというふうに実感してます。その辺もあって私今動画も作ったりしてるんですけど、ですから、買って、そのまま無駄になるわけではなくて、いつかは、誰かに譲ることができるので、これぐらいの金額で買ったとしても、この金額で売れれば、プラマイゼロだと思うんですね。そういった考えもあるというのをちょっとね、お伝えしたいなと思います。これはですね、ちょっと金額とは違う要素なんですけど、ちょうどですね、ゴールデンウィークが終わったばかりなんですね。以前の私は、ゴールデンウィークのたびに、渋滞の中、テントを担いで、こう、キャンプに行ったりして、高速代がかかったり、ガソリン代がかかったり、そのキャンプ場のね、お金がかかったり、ということで、ゴールデンウィークのたびに結構なお金が動いてたんですね。で、疲れて帰ってくるみたいな感じで。で、今年はですね、おそらく初めてどこにも出かけないで、ずっとここでね、鎌倉ファームで作業してたんですね。で、ちょっと太り出してたんで、今年はですね、外食もしないっていうルールを作って、全部自炊してたんですね。あんまり効果はない感じなんですけど、この土地があったから、全然お金がかかんなかったんですね。これから先ですね、例えばこういう竹林とか山を手に入れて、そこをね、きれいにするとか、遊び場にする。キャンプもできるでしょうし、いう感じで使っていけば、コストがね、減ると思うんですよね。私も以前はですね、いろんな趣味を持ってたりして、やっぱりお金がかかってたんですけど、この鎌倉ファーム買うのに、費用はかかりましたけど、それ以降は、やっぱり遊びの中心がここになったので、決して仕事とは言わないですけど、趣味というかね、時間の使い方がやっぱここになったので、工具とかは買いますけど、その無駄な移動とかそういうのにお金もかからなくなったので、そういった部分も考慮して、計算してみるのもありなんじゃないかなと思います。次に気にした方がいいのは、広さですよね。どうしてもですね、やっぱり広い方がいいなって思っちゃうと思うんですけど、人力でね、管理できる広さってやっぱり限られてくると思うんですよね。東京ドーム何個分とか言ったらもう絶対管理できないと思うんですね。そもそもそんなに必要ないだろうっていうところなので、ここのエリアで言うと、おそらく10平米 ×20 なんで200平米ぐらいですかね。今、後ろに映ってるのが半分ぐらいなんですけど、で、この倍がここありますよと。で、ここきれいにするだけでも、一夏終わってしまったので、本当にね、丁寧にきれいにしようかなと思ったら、結構時間がかかると思うんですね。別の動画でもご紹介してるんですけど、竹ってですね、切ったら終わりじゃなくて、枝とかも処分しなきゃいけなくて、結構手間がかかるんですよね。ですから、あんまり大きなのを買うのはどうなのかなと思います。ただ、多分山でね、売ってると思うんで、ある程度の広さにはなってしまうと思うんですけど、でも必ずしもね、そんなに広くなくてもいいのかなと。ただですね、できればですね、後ろに民家があったりとかっていう竹林よりも、できれば360度自然の中というような土地の方が、リラックスもできるでしょうし、あんまり気兼ねをせずにやることもできるのかなと思います。その辺はね、やっぱりご縁だと思うので、気をつけた方がいいのは、あまり小さい土地だとちょっとつまらないでしょうし、あんまり大きすぎても管理ができないのかなというふうに思います。続いて、気にした方がいいのは樹木になります。樹木っていうのは何かっていうと、この土地がどういうふうに登記されているかなんですね。それほど詳しいわけじゃないんですけど、
通常であれば雑種地とか山だと思うんですね。で、この土地だけちょっと特別だと思うんですけど、ここはね、もともと田んぼだったんですね。ですから、地目としては田んぼと田として登録されてます。農地なんですよね。で、こうした土地の場合は、おそらくすごいややこしくて、田んぼじゃなくなって数十年経ってて、現状も田んぼじゃないので、農地から転用できると思うんですけど、やっぱりその手間がやっぱりかかりますし、その分の費用をどちらが持つかっていうことにもなると思うんですね。だから樹木というのは一つ大事なのかなと。元田んぼということであれば、そんなにですね、竹林としては向いてる土地じゃないと思うんですね。というのは、やっぱり水が抜けにくい土地になってしまうので、竹はイネ科なので、割かしこういう湿地でも向いてはいるんですけど、とはいえ、竹もね、水浸しになっているところにはやっぱり生えていかないんですよね。割かし乾いているところに生えていくような感じなので。ですから一見今の見た目が竹林だったとしても、元田んぼということであれば、ちょっと注意が必要です。逆にそういう土地は、頑張れば田んぼに戻るので、部分的に竹林にして、部分的に田んぼっていう使い方もできるのかなと思います。私が考えているのは、手前の土地の鎌倉ファームでは、田んぼをやったり畑をやったりしてるんですね。作物を育てていく上で、どうしてもですね、竹の支柱とかが欲しくなってくるので、そういった部分で、このエリアは竹林として残して、必要な時に竹を切って、その資材として使いたいなというふうに考えています。おそらくですね、江戸時代はお米が日本の貨幣だったので、田んぼにできるところはもうひたすら田んぼにしてきたと思うんですね。で、不便な田んぼもあったと思うので、そういったところが放棄されて、竹がいつの間にか入ってきて、ここはまさにそうなんですけど、一見竹林に見えるような土地もあるのかと思います。ですから、竹林として期待するのであれば、ちょっと気をつけた方がいいでしょうし、田んぼと竹をうまく使っていこうというんであれば、面白い土地になるのかなと思います。次に気をつけた方がいいのは、周りにですね、何があるかなんですね。例えば、この土地で言うと、ここはもともと田んぼとお話したと思うんですけど、すぐそばにですね、山があるんですね。で、山にややぐるっと囲まれているような感じになります。で、山に囲まれてしまうと、日当たりのね、問題が出てくるんですね。ですから、この竹林に日がどれぐらい当たるのかというのはちょっとね、気にした方がいいと思います。で、この山も、自分の持ち物ということであれば、好きに切ったりできると思うんですけど、この山の持ち主が違う人の場合は、好きに切ることはできないんですね。ですから、日当たりがね、悪かったとしても、ね、山の地主と話して切らせてもらうとか、許可が出る場合も出ない場合もあるでしょうし、自分の好きにできないという部分で、ちょっとね、ややこしくなるのかなと。で、今こちらはですね、北側なんで、あんまり日当たりには関係ないんですね。当たり前の話ですけど、太陽って東から出て西に沈むんですね。今から回しますけど、こちらが南向きなんですね。明らかに明るくなった、わかると思うんですけど、こちらが東側なんですね。で、太陽は東から出て、南に行って、西に沈むというような感じになります。ですから、この竹林のですね、南側に何があるかっていうのは非常に大事になります。竹もですね、植物ですから、太陽の光が必要なんですね。南側に高い山があったり、その山が荒れてて、大きな木が生えて、日当たりを遮ったりすると、日当たりが悪くなるので、発育が悪くなります。この土地で言うと、東側はわりかし開けてるんですね。奥に土地があるので。不動産で家とかだと東向きの窓とかね、結構好きな人多いと思うんですけど、東からの太陽光ってあんまり長い時間当たらないので、やっぱりね、南が大事なんですよね。で、不動産で言えば西側、今西側を映しますけど、西日は嫌われてるんですけど、植物に関して言うと、
西日はすごい大事で、なんでかっていうと、やっぱり長い時間が経ってるんですね。で、この土地で言うと、今西側なんですけど、西側にはこういった山というか崖がありまして、この西の山の上には木が茂っていますと。ですからこの土地はですね、あんまり西日が当たらない土地なんですね。この竹なんですけど、曲がっちゃってますよね。この竹がなんで曲がってるかっていうと、この南に向けてですね、曲がってるんですね。要は、西から日が入らないんで、ちょっとでも日をもらいたいと思って、曲がっていっちゃってると。ですから、割かしですね、竹林としては、歪な土地なんですね、ここは。この、後ろの木も曲がってますし、奥の木も曲がってると思うんですね。こちらが西側なんですけど、こういった感じで山というか崖がありまして、その上には杉が植えられています。で、こうした杉はですね、植林をされて、誰かがですね、お金をかけて植えられたんですね。外国産の木材に押されて、杉の値段も下がったりして、今これを切ったところでお金にならないと。お金にならないどころか余計お金がかかってしまう。マイナスになってしまうんで、放置されてしまってるんですね。で、昔であればこういう道路付けが悪いところの杉も、村人総出で切り出してみたいなことがあったと思うんですけど、今の時代ね、ボランティアでそんなことする人はいないでしょうし、どうしようもなくなっちゃってるっていうのが現状なんですね。とはいえ、この山には持ち主がいて、杉が植わっていて、この木がある限り、この土地には西日が入らないと。竹の発育があんまり良くないという感じになります。購入しようと思っている竹林の周りに何があるかっていうのを確認するのは非常に大事で、誰が持っているのかっていうのもね、確認する必要があるかなと思います。できればですね、その人と、この、放置されてる木なんですけど、切ってもいいんですかねみたいな話までつけれれば安全ですね。でそこでこじれて、切るなっていうことであれば、もうこの山の木はもうずっとそのままなので、竹の発育に必要な西日が、ずっと当たんないってことになっちゃうと思うんですね。ちょっと先ほどの、竹林から移動しまして、東側にちょっと動いた感じですね。この後ろ見ていただくとわかるんですけど、山があります。で、こっちはね、南向きなんですね。先ほど南の日当たり大事とお話したと思うんですけど、南にこういう山があるので、ここはですね、竹は生えづらいですね。やっぱり完全に日が遮られてしまっているのと、で、なおかつ、この山の上の木がですね、かなり生い茂ってしまっていて、はい、こんな感じで、この山も放置されて4、50年なので、木がね、好き放題伸びて、ほぼ完全に日当たりを奪ってます。で、この山の持ち主もまた別の方なので、断りを、お話をして切っていいかどうかと。切ってくれればいいんですけどね、本当は。でも多分、切るのにもお金がかかるので、好きにしていいよって言われたらラッキーだという感じかなと思います。ちなみに、この土地で言うと、右側のエリアの、地主の方とはちょっとまだ会えたことはなくて、で、左側の山一つの山なんですけど、右と左で持ち主が違ってて、左側の、地主の方とはお話ができて、切ってもいいよと言われてはいるんですけど、これね、切るのもすごい大変なので、ちょっと様子見ですね。ですから、周りにね、何があるかっていうのはちょっとね、よくよく確認した方がいいと思います。特に南側が大事ですね。今見ていただいてわかると思うんですけど、明るくなってますよね。こういったところが大事だと思います。次にね、気にした方がいいかなっていうのは、民家との距離になります。竹をね、管理していくと、竹を切ったりとか、あとは竹を処分したりしていくと思うんですね。で、私の例で言うと、11年前ぐらいに鎌倉ファームの土地を買って、開墾を始めた時は、エンジン式のですね、仮払い機っていうのを使ってたんですね。で、エンジン式なのでパワーはあるんですけど、やっぱりうるさいんですよね。
ここはそれほどね、民家近くないんで、多分そんなに迷惑じゃないかなとも思うんですけども、やっぱりね、家が近所にあったとした場合、こうエンジンを吹かす音がね、ブン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 言ってたら多分うるさいんじゃないかなと思います。で、おそらくチェーンソーを使う人も多いと思うんですけど、チェーンソーもやっぱりエンジン式だとやっぱりうるさいんですね。ですからあんまり家が近くにある場合はエンジン式使うのどうなのかなと。で、私はもう5年ぐらい前からもうバッテリー式に切り替えて、で、当初はね、パワーが足りないとかそういうのも多分あったと思うんですけど、工夫しながらやれば切れないことはないので、エンジン式の方がパワフルで楽だとは思うんですけど、周りの人にね、どう思われてるのかなとか、私はちょっと気にするようになってしまったので、年齢的なこともありますけど、そういった部分もあるんですね。で、加えてですね、こう竹を切って、やっぱり処分をしなきゃいけないんですね。古い竹とかは切らないと、新しい竹の子が出てこなかったりするので、で、処分のやり方としていろいろあるんですけど、一番手っ取り早いのが燃やしちゃうことなんですね。私も当初は、結構ね、遠慮なくドラム缶で燃やしてたんですね。爆竹って言葉聞いたことあると思うんですけど、今多分爆竹を街中でやったら通報されると思うんですけど、昔子供の頃はね、遊んでパンパンやってたりとかできたんですね。花火なんですけど、そもそもなんであれ爆竹かっていうと、竹をですね、火で燃やすと、ちょっと、もうこれが竹なんですね。で、節と節の間に空気が入ってますと。で、これを火の中に入れると、ここの空気が膨張して破裂するんですね。そうするとすごい音がして、パーンって音がして、それが爆竹っていう、由来なんですけど、要はこのまま火にくべると、すごい音がするんですね。パン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 。で、節の数だけパンパン言うので、とんでもない音がしてたと。で、私もその11年ぐらい前は結構ね、まだ若かったということで、ちょっと近所の方にはこの場を借りて、謝りたいんですけど、結構気にせずパンパンやってたんですね。だから近所の方からすると、なんかあいつうるさいなって多分思われたんじゃないかなと。で、爆竹なんで、結構離れてもうるさいんじゃないかなと。で、途中で、これうるさいなって思い出して、迷惑かけたくないなって、年も取って気づき出したので、ここにね、切れ込みを入れれば爆竹にならないって気づいたんですね。ですから、こういう長い竹の節一個一個に切り込みを入れて燃やすようにして、そしたらパンパン言わなくなったんですね。でもね、これやるのすごいめんどくさいんですね。で、燃やすことについてなんですけど、基本的に野焼きはもうダメなはずなんですね。どこであっても。で、農業用ということであれば、ギリギリ特例が、みたいな感じで、非常にグレーな部分なんですね。で、近隣の方からしても、家の近くで燃やされるのってちょっと怖いじゃないですか。しかもね、音がパンパンしてたら、燃やしてますよってね、バレちゃいますし。だから今 YouTuber 結構ね、燃やしてる動画とかアップしてるんですけど、家が近くにないのかなっていう部分だったり、あとはあんまりね、真似する人も出てくると思うんで、動画でそういうのを出すのはどうかなって個人的には思ってます。はい。で、以前はね、私も燃やしちゃってたんですけど、音を出してた時期があって、すごい迷惑をかけてた時期がありましたと。で、それに気づいてからは、切れ込みを置いて、サイレントに燃やし出してた時期もありましたと。以前ですね、栃木の方かなんかで、野焼きをしてたら山を燃やしちゃった方がいて、一応皆さん無事だったみたいなんで、話ができるんですけど、失敗したらそういうことになるんだなって、ちょっとね、怖くなったんで、自分はそれ以降燃やしてないんですね。で、ここの場合で言うと、近所の方には周りが心配するからと言われて、必要なことであれば、消防署に届け出を出してやってくれというふうに言われてるんですね。で、出していた時もあったんですけど、やっぱりね、消防署からすると、危険分子が現れたり、リスクでしかないので、あんまり歓迎されないですし、こちらもなんかね、気まずいですし、で、いい年になって、そういう肩身の狭い思いもするのも嫌なので、最近はですね、処分場を設けて、そこに積んで、そのうち朽ちてくれというような形をとってます。おそらくですね、燃やしてなくなれば、
見た目がスッキリして気分はいいんですけど、どっかね、積んどく場所ぐらいあると思うんですね。近隣に家があったりとかいう場合であれば、ちょっとそういう気遣いも必要なのかなと。続いてですね、気をつけないといけないのが、境界線ですね。例えばここで言うと、ここでなんとなくですね、ちょっと高さが違うのわかると思うんですね。ここがもともと田んぼだったということもあって、この高い方の地主と、この低い方の地主、別々なんですよね。で、どうやって調べたかっていうと、法務局に行けばね、こういう、地主調べられるんで、調べてみたんですね。で、それを見れば一応誰がね、所有してるかってわかるんですね。要は税金と紐づいているので、そこは結構多分間違いがない部分だと思うんですね。で、問題なのが、この地主の方の記憶と、現状がね、必ずしもイコールじゃないんですよね。やっぱり山とかね、竹林とか土地を持ってる方って結構ね、年配の方が多いと思うんですね。で、子供の頃からの記憶で、この一帯はうちのだって、なんとなくね、そう聞いてたっていう、記憶できてて、そう思ってる方も多分いらっしゃると思うんですね。で、私もあったり、聞いた話でもあるんですけど、やっぱり、新しい土地に行って、買った人は、ちゃんと境界とかも分かって買ってるんですけど、昔からいる方の記憶とね、必ずしもイコールじゃないんですね。で、どうしてもですね、やっぱり新しい人が来ると、まず警戒から入ると思うんですね。それはもうね、しょうがないことだと思うんですけど、で、際の部分をやり出したりしてると、お前境界越えてるだろうみたいな、そういう話も聞いたりしてて、で、ただでさえ警戒されてるところに、いきなりちょっとね、向こうからすると、何してんだってことになってしまうと、今後の関係もね、非常に難しくなってくると思うんですね。で、購入した側からすると、いやいや、ここまでうちですよと、だからこっちきれいにしてるんですよってことになると思うんですけど、相手側の立場からすると、やっぱそうじゃないと。で、やっぱそういうことは、話にも聞きますし、私も説明をしたこともあるので、避けては通れない問題なのかなと。大事なのは、境界がどういうとこにあるかっていうのを、自分ははっきりと確認する。で、できればちょっと印刷したりして、お金もかかるんですけど、印刷して資料を持って、で、その上で、いや、こうですよっていうんではなくて、まずそのね、近所の方といい関係を結んで、その地元に溶け込んで、で、その上で、時間をかけてゆっくり説明していくっていうのが必要なんじゃないかなと。はい。いきなり喧嘩越しで、ここからここはうちですからっていうふうに言ってしまうと、ね、やっぱり仲良くなれたはずの人とも仲良くなれないでしょうし、そういうことはね、あるという前提でやった方がいいのかなと。で、そのね、勘違いがきっかけで、なんかね、うまくいかないっていうのは、すごい残念な話だと思いますし。続いて、意識した方がいいのは、その土地の歴史ですよね。放置されて、うっそうとしてるとね、その土地が昔どういう土地だったかって全然多分わかんないと思うんですけど、綺麗にしていくと、だんだんね、昔どんな土地だったかっていうのが見えてくると思うんですね。で、後ろにこういう崖があると思うんですけど、これもね、多分、わかんないですけど、鎌倉時代に削られたのかどうか。なんかね、初めは気にしなかったんですけど、綺麗にしていく上でだんだん見えてきて、こういうなんか綺麗な崖があったんだなっていう。で、ここで言いたいのは、ちょっとね、センシティブな話なんですけど、このエリアの土地ですね。鎌倉ファームの部分もそうなんですけど、4、50年前は田んぼでしたと。で、近隣の方がね、稲作をしたりしてたみたいなんですけど、で、いつの間にか工作放棄されて、木が生い茂ったりして、誰も入らないような土地になってたんですね。基本的には誰も入らない土地だったんですけど、誰の土地かもわからなくなってて、タケノコのシーズンになったりすると、誰かわかんないですけど、人が入ってきて、隣の山を越えて、ここに来て、タケノコを買って帰る人みたいのも、現れたりしてたみたいなんですね。で、その方からすると、放置されてて、誰の土地かもわからないし、勝手に取っていいんだろうっていうことで、おそらくですね、毎年恒例でやられてきたのかなと思うんですね。で、実際にその方と遭遇したこともあるんですけど、で、私が土地買いましたと。で、綺麗にしだしましたと。で、普通に入ってきて、普通に持ってこうとするんですね。で、あれってか感じで、地主の方ですかって来たら違うとか言って、隣町から来たみたいな感じで。で、罪の意識もなくやってると。
で、その方からすると、毎年やってきてるんだと。で、あんた誰って話で。で、一応説明をして、ね、地主じゃないならちょっとっていう話もさせていただいて、で、その時はご立腹でしたけど、翌年からはもう現れなくなったんですね。で、言いたいのが、今までですね、放置された土地であれば、おそらく、毎年ね、そうやって楽しみにしてる人もいたと思うんですね。いると思うんですね。ですから、それもやっぱりね、ある程度受け入れるしかないのかなと思うんですね。誰の土地でもない竹林であれば、例えば国のものとかね、その市のものであれば、好きにしてもいいんじゃないかっていうのが多分、昔の考え方というか、モラルだったと思うので、で、そういう人もいるというのをやっぱり意識して、で、そういう人に所有者が借りましたと、管理してますと。で、例えばここで言えば、すごい手間暇かけて竹を育ててるっていうのをやっぱ伝えていく必要、わかるように、なんかね、その案内するとかっていうのも必要なのかなと。で、私もね、やっぱりね、知らない人が入ってくるのって怖いじゃないですか。物も置いてたりするので。ですけど、入り口にそういう案内をしたりしたら、翌年は来なくなったので、やっぱり人の匂いがするというか、手をかけていることが伝わればね、減ってくるのかなと思います。それでもね、あえて取りに来るっていう人いるかもしれないですけど、それはしょうがない話なので、人はね、まだね、文字が読めるんでいいんですけど、問題なのはね、野生の動物なんですよね。野生の動物は、文字が読めないですし、向こうも生きるのにって必死なので、本当に容赦がないというか。で、ここはですね、イノシシは出ないですし、猿も出ないので、まだね、可愛い方なんだと思います。ただ、タヌキはいるので、タヌキがね、その餌の少ない冬から春にかけては、もう本当になんか食べ物を探して歩き回ってるので、油断すると、食べられちゃうって感じですね。で、ちょっとこの後映しますけど、タケノコもね、やっと出てきてるんですけど、早く出過ぎたタケノコは何者かにこう食われちゃってるんですね。ちょっと今から映してみたいと思います。これとかね、こうやって穴が開いちゃってますね。多分この先っぽは美味しいとこなんで、おそらくタヌキだと思うんですけど、餌がない時期、餌が少ない時期、寒い時期に、なんか見つけたんで食べちゃったと思うんですね。はい。で、これちょっと綺麗な竹にはならないと思うんで、後でちょっと、切ってみたいと思います。これとかもそうですね。穴が開いちゃってますと。はい。というか今切ればいいか。ちょっとこのままね、多分、綺麗な竹にはならないんで、切っちゃいます。食べれるかな、ここは。はい。こことかですね、日当たりがいいところなんで、タケノコもね、いい場所だと思っていっぱい生えてきてるんですけど、この2つはね、これもやられちゃってますね。はい。こっちもやられてるな。ちょっとこのままいても他の竹に良くないんで切っちゃいますね。こんな感じで全部食ってくれればいいんですけどね。今ちょっと新しいのが出てるので、こいつに期待ですかね。1年前はですね、ずっとこう、片付けてるだけで、右も左もわからなかったんですけど、今年1年経って、思うのは、やっぱりタケノコは日が入るところに生えてきますね。竹もね、みすみす日が当たらないところには出てこないというか、こちらはね、綺麗なままなので、最近ちょっとね、暖かくなってきたんで、餌も増えて、多分、タヌキも他のところで食事してくれるかなと期待してるんですけど、ここはマダケが多いので、タケノコのシーズンはこれからなんですね。だからちょっと早めに出てきちゃったやつは、やられちゃってるって感じですね。だから非常にやっぱりタイミングが難しいというか、これからのやつは多分大丈夫だと思うんですけど、やっぱりタケノコがね、出てこないと、竹林持っててもつまんないでしょうし、
竹のが出てこないと、やっぱり竹もね、衰退してってしまうと思うんで、先ほどからお伝えしたその日当たりとかですね、周りに何があるかとか、やっぱりちょっとね、気にした方がいいのかなと思います。今日は、竹林を購入する場合の注意点というテーマでお話しさせていただきました。話しきれてない部分もね、いろいろあるのかなと思います。で、まあ私自身もですね、まだこの竹林を手にしているわけではないんですけど、まあ1年間管理してきてですね、まあ気づいたこととか、気になったことっていうのをお話しさせていただきました。で、まあ私は去年ね、この夏をここで過ごして、まあ、ずっと綺麗にしてたんですけど、竹林はですね、夏涼しいんですよね。だから全然作業するのも苦じゃなかったりとか、で、まあ体を動かして、ね、みるみる痩せてきましたし、今ちょっと冬を越えてまた丸くなっちゃってますけど、まあ体にもいいと。で、まあ今年のゴールデンウィークで、まあ再認識したのが、やっぱりこうね、自然と触れ合うというか、自然と遊ぶ趣味を最終的に見つけたんだなっていうふうに気づいて、昔はね、それこそそのスキューバダイビングのライセンス取ってみたりとか、サーフィンをやってたりとか、キャンプに行ったりとかって、まあいろんなことをやってきたんですけど、最後にたどり着いたのがこういうね、山遊びというか、自然をなんか管理するっていう趣味なのかなと。で、まあこれはね、お金もかからないですし、体にもいいですし、なんか綺麗にしていくと、やっぱ気分がいいんですよね。だんだん綺麗になったり明るくなったりして。まあ土地にも貢献できてるのを実感しますし、まあ地域のためにもなってるかなと。で、次世代に綺麗なね、こういう竹林を渡せれば、それはそれでね、多分いいことなのかなと。私は鎌倉で生まれ育ったわけではなくて、まあ、大学2年ぐらいの時に親と一緒に引っ越してきたので、決して地元の人間ではなかったんですね。で、地元に貢献しようとかっていうのも、ほんとつい最近まで考えたことなかったんですけど、まあ、人生の、まあ、後半を迎えてですね、まあなんか、地域に貢献したいなっていうことも考え出したりしてて、まあ荒れてた土地をね、開墾したりきれいにすることで、まあその土地のためにもなるし、まあ次の世代のためにもなるのかなということで、まあお金にはならないですけど、まあなんかね、達成感があるというか、そういったね、こうメリットもあります。もう一つの提案としては、この動画見てる方は YouTube で見てると思うんですけど、YouTube 上ではですね、竹を切る動画って結構人気があるんですね。ですから、まあ新しい趣味の提案としては、まあ竹林を購入して、ね、荒れてた竹林をこう綺麗にしていくと。まあその動画をこうアップすることで、人に見られたりとかですね、まあうまく頑張っていけば新しい趣味になるんじゃないかなと。ある程度の年を取ってると、やっぱり1日8時間も作業できないんですよね。1時間、2時間、まあせいぜい3時間ぐらい。から午前中は作業して、まあ撮影をしながら休み休み作業して、まあ午後は編集して YouTube にアップするみたいな。まあそういったね、新しい趣味もありなんじゃないかなと。今まさにね、私が実践してることなんですけど、で、まあすごいね、お金にはならないですけど、やっぱりね、自分がこう、やったことを人に伝えられたりとか、まあ少しはね、クリエイティブな要素もあるので、今までできなかったね、そういう創作というか、ね、クリエイティブな仕事に自分ができるっていう、なんかそういう喜びもありますし、はい。ですから、まあ動画の素材としてはね、いいんじゃないかなと思います。ということで、長くなりましたけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。